数十億ドルの巨額資本、それが目の前に現れた日、誰もが店の終わりを確信しました。冷たい効率が全てを支配する時代、私たちは一本の細い道で戦うことになりました。世界的な大企業がすぐ隣に店を開いたのです。データと速度では絶対に勝てない相手。しかし彼らがどうしても買えなかったものがあります。それはたった一杯の温かい緑茶でした。たかしは65歳、40年間この場所でのれんをかけてきました。白髪混じりの髪をきれいに整え、藍色のサムエが彼の清掃です。毎朝の仕事は茶葉を選ぶことから始まります。指先の感覚だけで最高の状態を見極めます。お湯の温度はその日の天気で少しずつ変えています。言葉には出さない静かなこだわり、それが彼の生き方でした。しかし外の通りから不穏な音が響きます。黒い高級車から一人の男が降りてきました。姪の息子のケンジ、42歳の彼は高級なスーツを着こなしています。冷ややかな笑顔で店内を見回しました。古い柱を指でなぞり、小さくため息をつきます。おじさん、まだこんな古いやり方ですか？ケンジの言葉は刃物のようでした。時代は変わったんですよ。彼は一枚の書類を机の上に置きました。大企業の進出計画書。そこにはこの町の再開発が記されていました。たかしは書類を見つめたまま動きません。表情は変えず静かに息を吸います。ケンジは自信に満ちた声で続けました。ここは来月青いカフェになります。世界で一番早い最先端の店舗。おじさんの店では1週間も持ちませんよ。たかしはゆっくりと湯飲みを置きました。カツンと小さな音が響きます。私はここで人を待っている。その声は低く震えていました。ケンジは鼻で笑いました。街の景色は急激に変貌していきました。巨大なクレーンが古い建物を壊していきます。誰もが時代の流れには逆らえないと言いました。しかし、たかしの目には迷いはありませんでした。彼には守らなければならない約束があったのです。それは40年前に交わした小さな約束。知らず知らずのうちに、それは大きな力へと育っていました。巨額の資本が牙をむく中で、この小さな店は生き残ることができるのでしょうか。静かな革命はすでに始まっていました。街の朝が一変しました。道の向かい側に現れたのは鮮やかな青い看板のカフェ。ガラス張りの巨大な店舗です。開店の初日から長い行列ができていました。スマートフォンの画面を見つめる多くの若者たち。たかしの店には誰も入ってきません。白髪混じりの髪を静かに整え、いつものように湯飲みを吹くたかし。しかし外から聞こえる機械的な呼び出し音が古い木造の壁を静かに震わせていました。向かいの店では全てが自動でした。注文してから受け取るまでわずか30秒、紙のカップが次々と流れていきます。名前ではなく番号で呼ばれる客たち。彼らはすぐに店を出て行きます。効率という波が街の時間を変えてしまったようでした。たかしの店は深い静寂の中にありました。いつもなら聞こえるはずの常連たちの笑い声、それが知らないうちに遠のいていました。古い時計の音だけが店内に響いています。
夕暮れ時、ドアの鈴が鳴りました。入ってきたのは検事でした。高級なグレーのスーツを完璧に着こなしています。彼はカウンターの椅子を見つめ、眉を潜めました。指先で少し埃を払うような仕草。おじさん、売り上げは半分以下でしょう。たかしは何も答えず、静かに緑茶を差し出しました。検事はその湯飲みに手をつけようとはしませんでした。私たちはデータを信じています。彼は冷ややかに微笑みました。ここはもう必要とされていないのですよ。検事が去った後、夜が深まりました。たかしは一人通帳を開きました。並んでいる数字は現実を物語っています。このまま続ければ数ヶ月で底をつく可能性があります。藍色のサムエの袖が少し古びて見えました。自分が守ってきたものは本当にただの時代遅れなのだろうか。店を閉めれば全ての苦労から解放されるのかもしれません。古い木炭の匂いが優しく漂う店内。たかしは静かに目を閉じました。40年の重みが彼の背中に重くのしかかっていました。突然激しい雨が街を濡らし始めました。ガラス窓を叩く冷たい水の音。向かいの最新カフェは雨宿りの客であふれかえっています。誰もが効率的な場所に吸い込まれていく中で、たかしの店のドアが静かに開きました。入ってきたのはずぶ濡れになった一人の女性でした。彼女の肩は小さく震えています。それはこの町で働く中年の会社員でした。物語はここから予想もしない方向へと動き出します。この雨は店を潰す嵐となるのか、それとも奇跡の始まりとなるのでしょうか。激しい雨の音の中、ドアの鈴が鳴りました。入ってきたのは常連客のゆきこさん。50歳になる彼女はひどく濡れていました。いつもより深く肩を落としています。髪から滴る水滴が床に小さなシミを作っていきました。たかしは何も聞かずに白い清潔なタオルを差し出しました。白髪混じりの髪を少し揺らしながら奥へと向かいます。いつもの席の椅子を静かに引きました。向かいの青いカフェからは相変わらず賑やかな音楽が響いています。しかしこの店には別の時間が流れていました。たかしは静かに茶葉をすくいました。ゆきこさんが好む少し濃いめの緑茶です。急須にお湯を注ぐと香ばしい湯気がふわりと立ち上がりました。ずっしりと重い陶器のマグカップ、それを両手で包むと彼女の指先がかすかに震えました。向かいの店では名前を聞かれることはありません。ただ番号で管理され消費されていく日常。誰も私の名前を呼んでくれない小さなつぶやきが湯気の中に消えていきました。会社での出来事が彼女の心に深い影を落としていたようです。たかしはカウンター越しに静かに言いました。ゆきこさん、無理はいかんよ。その一言には多くの意味が含まれていました。40年間この町で人々の背中を見つめてきた男の言葉。ゆきこさんの目から静かに涙がこぼれ落ちました。声を上げて泣くことはしません。ただ静かに涙が頬を伝っていきました。大企業のデータにはこの涙の理由は記録されません。効率という言葉は時に人を孤独にしてしまうのかもしれません。温かい緑茶が彼女の凍えた心をゆっくりと溶かしていきました。そこへ突然激しくドアが開きました。入ってきたのは濡れた傘を持った検事。高級なグレーのスーツが雨のせいで少し
曇って見えました。彼は店内の静けさを破るように書類を叩きつけました。由紀子さんの存在を完全に無視して冷たく言い放ちます。おじさん、これが最後の警告ですよ。再開発の同意書。そこには数字が細かく並んでいました。こんな古い店に固執して何の意味があるんですか？彼の声には若さと傲慢さが満ちていました。高志は静かに検事を見つめました。高志はゆっくりと口を開きました。白髪混じりの髪の下で眼光が鋭く光ります。ここに数字にできないものがある。声は低く、しかし揺るぎない力がありました。検事は呆れたように鼻で笑いました。そんな感情論でうちの規模に勝てるとでも？彼は冷ややかに笑い、店を出て行きました。しかし検事は気づいていませんでした。由紀子さんがその様子をじっと見つめていたことに、そして彼女の手には一本のスマートフォンが握られていました。小さな店を守るための静かな波紋がここから広がり始めます。大企業のデータが捉えきれない人間のつながりの力、それは一体どのような奇跡を起こすのでしょうか。雨上がりの朝、街の空気が少し変わっていました。由紀子さんが投稿した一本の短い動画、スマートフォンの画面に静かに映し出されたのは湯気を立てる緑茶の映像でした。誰も名前を呼ばない街で私を覚えていてくれた場所、その静かな言葉が多くの人の心に届いていました。効率を求める日々に少し疲れていた中高年の会社員たち、彼らの指先が次々と画面をタップしていきました。派手な演出はありません。ただぬくもりを求める静かな共感が広がり始めていました。ガラガラだった店内に懐かしい音が響き始めました。ドアウイ鈴が何度も優しく鳴り響きます。入ってきたのはネクタイを少し緩めたサラリーマンたち。高志はいつも通り白髪混じりの髪をきれいに整え、藍色のサムエの袖を少しだけ託し上げます。表情は変えません。ただ一人一人の顔を静かに見つめ、湯飲みを選びます。お帰りなさい。その低い声が店内の木の壁に優しく染み込んでいきます。ずっしりとした陶器の重みを感じて、客たちは深く息を吐きました。向かいの青いカフェでは異変が起きていました。いつも満席だったガラス張りの店内、そこに少しずつ空席が目立ち始めました。効率を最優先した自動のシステム、客の回転率は計算通りでしたが、客の滞在時間が急激に短くなっていました。検事はオフィスでパソコンの画面を見つめていました。売上のグラフが緩やかに下がっています。なぜだ、データは完璧なはずだ。彼は高級なスーツの襟元をきつく締め直し、窓の外を見ました。古い木造の店に向かう人々の背中がそこにありました。検事は再び高志の店へ足を踏み入れました。かつての傲慢な笑顔は消え失せていました。店内に満ちる温かいお茶の香りと客たちの穏やかな話し声、彼はその光景に圧倒されていました。高志は何も言わず、ただ静かに陶器のマグカップを置きました。検事、いっぱい飲んでいきなさい。その言葉は責めるためではなく、ただ静かでした。検事は震える手でそのずっしりとした重みを受け止めました。プラスチックのカップにはない手の中に伝わる確かな熱。彼は自分が何を見落としていたのかを知らないうちに悟っていました。青いカフェの看板は今もそこにあります。
しかしそれは敵ではなく別の選択肢となりました。効率を求める日もあれば、ぬくもりを求める日もある。町の人々は自分の心の声に従うようになりました。たかしは今日も白髪混じりの髪を揺らし、茶葉をすくっています。藍色のサムエは少し色あせましたが、その姿は誇り高い小さな店が守り抜いた一本うい伝統。それは目に見えない大きな盾となって店を包んでいました。静かな革命を遂げたこの場所で、たかしは最後にどのような言葉を私たちに語りかけるのでしょうか。嵐が去った後の朝、光が優しく差し込みます。たかしの店には穏やかな空気が戻っていました。白髪混じりの髪をいつものように整え、藍色のサムへの紐を静かに結び直すたかし。カウンターの上には丁寧に磨かれた陶器のマグカップ。それは昨日ケンジが置いていったあの木でした。冷たいデータの世界から戻ってきた小さな証拠。湯飲みを集める手元からかすかなぬくもりが今も立ち上がっています。知らないうちに町の心は少しずつ変わり始めていました。ドアの鈴が鳴り、ゆきこさんが入ってきました。50歳になる彼女の表情は雨の日とは違ってとても穏やかでした。いつもの席に座り、深く息を吸い込みます。たかしは何も言わず、少し濃いめの緑茶を彼女の前に置きました。ゆきこさん、今日も良い天気ですね。その低い声に彼女は静かに微笑み返しました。番号ではなく自分の名前で呼ばれるこの一瞬の贅沢。効率に追われる日々で失いかけていた何かがここで満たされていきます。特別な言葉は必要ありませんでした。町の人々は今日も忙しく歩いています。向かいの青いカフェも変わらずそこにあります。しかしたかしの店はもう揺らぎません。40年前に交わしたこの町を愛するという小さな約束。それは目に見えない強い防壁となり、店を守っていました。効率が全てだと言われる時代だからこそ、名前を呼んでくれる場所が私たちには必要なのです。数字では測れない人間のつながりのぬくもり。それは一度失うと取り戻すのが難しい大切な宝物でした。たかしの静かなこだわりがその答えを教えてくれました。私たちは毎日見えない速度と戦っています。置いていかれるような不安を抱えることもあるかもしれません。でもどうか忘れないでください。効率だけが人生の価値ではありません。あなたの代わりはどこにもいないのです。名前を呼ばれなくても誰かがあなたの努力を静かに見つめています。たかしが小さな店を守り抜いたように、あなたもあなたの場所で十分に輝いています。今日も一日本当にお疲れ様でした。あなたの町にも心を休められる場所はありますでしょうか。あるいはあなたの名前を呼んでくれる大切な人はいますか。もしよろしければあなたの小さなお話をコメント欄で教えてください。誰かの心温まる物語がまた別の誰かの癒しになる可能性があります。この静かな革命の物語を大切なお友達にも共有していただけると幸いです。チャンネル登録と高評価が私たちの大きな励みになります。明日もあなたにとって温かい一杯のような一日でありますように。